いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣り手学べるです。今回は100歳まで釣りを続けるために〇〇を始めます釣り学編という内容でお話をさせていただきます。今回はこの黒板に文字だけの配信になってきます。少し堅苦しい話になるかもしれません。また私は健康に関する専門家ではないので、あくまで素人目線で私なりにこういうことをやれば100歳まで生きれるのではないかなということを簡潔にシンプルにまとめてあります。ご興味がある方いらっしゃいましたら最後までよろしくお願いいたします。また私と一緒に100歳まで釣りができるように頑張ろうと思われている方いらっしゃいましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。なんでこのような動画を作ろうかなと思ったかというと、もう少しで私50歳になります。でそこで人生を振り返ることがたまにやっぱありまして、人は100歳までは生きれるのかなと思いまして、平均寿命が伸びてきていますが、男性なら80歳と伸びてきてますが、いろんな最近は生活環境が変わったことで、その平均寿命もこれから少しずつ伸びていくと思います。これは人自体がすごくレベルアップしたのではなくて、やっぱり大きな生活環境が一つにあると思います。医療だったりとか、周りの生活環境ですよね。そこで、これらのことをやれば、そのいろんなリスクを減らすことができるんじゃないかなというのを今回まとめております。それでは、まずはいつものように結論から見ていきたいと思います。結論は次の通りです。食事、運動、睡眠、この3つをこれから気をつけていこうかなと思っています。食事は暴飲暴食をしない。運動は適度な運動で無理をしない。睡眠は夜更かしをしない。それではこの項目について見ていきます。まずは食事から見ていきます。私は食事について栄養とかに関してはあまり詳しくないんですけど、妻から言われていることがあります。それは1日3食食べた方がいいよ。ただ1食1食は少なくきちんと決まった時間に食べるのがいいねって言われています。でその中で、いろんな食べる種類とか食べ物の種類とかあるかと思うんですけども、そんなたくさんねやっても難しいと思うので、一つだけね今やってます。それはね、おかわりをしない。ご飯をお茶碗一杯、割と小さめで食べてるんですよ。それはね、おかわりをしない。このね1個だけで守ってやってます。その他はね、むちゃくちゃお腹いっぱいになるようなね食べ方ってあんまりないんですけどね。それを1日3食とってみようかなと思ってます。で、2つ目が塩分を取りすぎない。よく言いますよね。あと糖分とかもね、最近はもうほんと控えています。甘いジュースだったりとか、こういったものも飲まなくなってきました。そして3つ目はお菓子を控える。本当はね、お菓子を食べないってね、書こうかと思ったんですけどね、いやこれはちょっと食べるだろうと思って控えるという言葉になりました。これもちょっとね自分の甘さもあるんですけど、このぐらいはまだまだね、うち子供がまだ小さくて、子供からねパパ食べるってね言われることもありますので、お菓子をできるだけ控えるということでねやってます。次に運動を見ていきます。一つ目がスクワット。今私やっぱり YouTube を作る機会が多くて、やっぱり座り仕事とか多くなってきます。でその中でやっぱり足腰が弱ってきてるなというところが実感してますので、毎日私朝100回、夜100回、スクワット、しゃがんで立ってですよね。これを毎日続けてます。おかげで、階段の上り下りとかいくらか、楽になったというか、それをキープしているというかいう状況にはあるので、効果があるのかなと思ってます。で続いてが、仕事で歩いている。これはまだ昼間仕事をしてますので、この YouTube 以外でやってますので、そこで割と歩く機会、階段上り下りがあるので、
日中は、そういったところで運動しているので、スクワットプラスアルファの運動はできているのかなと思ってます。お昼の仕事がなくて、例えば60で定年になった時とかは、散歩に行かないといけないかななんてするでしょうね。3つ目が無理をしない。これはね、怪我を予防するということで、あんまり重いものを持つ時にね、無理をしたりしない。いろんなね、やっぱり膝を壊したりとかすることもあると思うので、とにかく何かするときはもう適度にやめて、あまり無理しないように運動をするよう心がけてみようかと思ってます。次に、睡眠を見ていきます。やっぱ寝ることって大切だなと思ってます。その中で一つ目が、1日7時間は寝たいかなと思ってます。8時間は寝たいと思ってるんですけども、なかなかやっぱりこうやって YouTube 活動とかもいろんなことを並行していくと、それは厳しいかもしれないので、これはできるだけこれぐらい寝れるように近づけたいという気持ちですね。夜のライブ配信とかもしてるので、年を重ねるたびに配信時間を少し前倒したりとかすることも必要な時が来るかもしれませんね。2つ目が夜に寝る。なかなか夜にお仕事されて寝れない方もねいらっしゃるかと思うんですけども、私は夜に普段寝てるんですが、できれば10時から2時の間はもう寝ていたいなとは思うんですけど、これも同じくライブ配信が終わるのがだいたい10時ですから、最近はそれからちょっとモンスターハンターやったりとかね、ゲームやったりとかしているので、なかなかね守れなかったりするんですけども、できればねこの時間帯寝てたいなとは思ってます。そして3つ目が目覚ましをかけずに自然に起きれる。私今でもね目覚まし時計かけてないんですよ。で自然に起きるような感じで起きてます。もう昔から朝になったら勝手に目が覚めちゃうんですよね。いくら夜遅くてもね。とは言ってもね、できるだけ目覚ましをかけずに7時間寝て、朝、私今言ってる動画とかを朝作ってて、5時ぐらいに目が覚めるんですよ。それぐらい強制的に起こされるんじゃなくて、自然に起きて睡眠が取れる、このような状況がいいなと思ってます。続いて、その他の項目のお話をさせていただきます。ここまで結論であった食事、運動、睡眠についてお話をしました。それだけではやっぱ100歳まで釣りを続けるためにはちょっと不足しているなと思いますので、ここで3つ追加いたしました。1つ目が事故を起こさない。車とかで不慮の事故とかやっぱありますよね。もちろんそれで長く釣りが続けなくなる恐れもあります。いずれは運転免許証を返納する時もね、もうあっという間に来るかもしれないですね。その中で事故をできるだけ防ごうということで、やっぱどうしても今仕事とか今の釣りをやってると、やっぱ車っていうのはね、どうしても必須になってきますので、運転することはもう必然なんですけども、その中でも少しでも気をつけて、事故はね起こさないように気をつけております。そして2つ目が人から好かれる。これはやっぱり人からね恨まれるようなことはできるだけ気をつけようと思ってます。一番最後、やっぱり織田信長とかですね、すごいやっぱり人生を送ってきたと思うんですよね。極端なことですけどね、そういった嫌われることによってね、何かねことが起きてからでも遅いですから、もう友人、もちろん家族含め人から好かれるように生きないとダメなのかなと思っています。でまたね、その中で特に私で言ったら息子かな、娘かな。娘は難しいかもしれませんけど、だんだんねやっぱり移動することが困難になってくると思うんですよ。そんな公共機関とかでね、すぐ釣り場があるとこもそうそうないだろうし、まして重たい道具を持ってね公共機関で行くとか、バス、タクシーとかいうね手法もあるかもしれませんけども、年老いてね釣りはできるけどなかなか移動することがね困難。ちょっと冒頭に話が
戻るかもしれませんけど、健康寿命ってね、ただ100歳まで生きればいいというわけじゃなくて、釣りの健康寿命ということもありますから、これはあくまで釣りができる体として100歳までということなんですよね。やっぱりとは言ってもね、足腰弱ってきて、釣りに行くのにちょっと子供にね、ちょっと一緒に釣りに行こうかとか行くようなね状況にならないと難しいかもしれないよね。それなのにね、子供とかその先のもし孫とかねいた場合、じいちゃん嫌われてたらやっぱりそのね、もう一緒に釣りに行かないなんてなるとね、釣りができなくなるでしょうから、やっぱり人から好かれることは大切かなと思いました。そして、3つ目は安定した収入。これはやっぱりこのね、食事とかもご飯とか食べないといけないし、もちろん釣りをするためにはね、0円ではやっぱできないと思うので、先々こういった安定した収入も確保しておく必要があるかなと思います。では、最後に100歳まで釣りを続けるために〇〇を始めます。それは挑戦、ヘラブナ釣りを勉強しますということを挙げてみました。これらのことを実行するとなってきた場合、お昼の釣りを覚えないといけないなと思いました。でましてや、これから先もできる釣りを選ばないといけないなと思いました。たくさん、ある中で、私はこれからヘラブナ釣りをちょっと勉強してみようかなと思ってます。日本からやっぱり歴史のある釣りですよね。ヘラブナ釣りを選んだ理由は、近くの池とかで、幸い私が住んでるところはできるところもあったので、そういったところでもできるし、割と釣りの足場とかも選ぶことも比較的安全であるということも挙げられます。で、おそらくこれをもし関東、関西のお住まいの方がご覧になられていたら、ヘラブナ釣りはいつでもできるかなという感じで思われるかと思うんですけど、私が住んでる結構地方になってくると、ヘラブナ釣りをするには本当に敷居が高くて、なんで敷居が高いっていうと、これはお金とかの話じゃなくて、釣り道具が売ってなかったりするんですね。で、やっぱりこの場所にもよると思います。このヘラブナ釣りができる環境っていうのは場所にも本当よると思うんですけど、私が住んでるところは、おそらく圧倒的に海釣りの人気が高くて、もう釣り具屋さんにも道具もないし、管理釣り場もね、本当何箇所あるのかな、1箇所とかじゃないですかね。あんまないんですよ。あったとしてもめっちゃ遠いですね。だからそんなにすぐできる環境にはないんですね。だからこれをやるためにはやっぱり今この年で早めに勉強しておこうかなと思ってました。ちょっとやってみようっていう感じのね釣りではなさそうなので、ちょっと今のうちから勉強して、今後の、気が早いとね思われるかもしれませんけど、釣りの方でも老後の準備をねしていこうかなと思ってまして、ヘラブナ釣りを今から勉強していこうかなと思ってます。場所によってはね本当難しいんですよ、ヘラブナ釣りって。何でもそうですけどね、どんな釣りでもそうです、ね。私の場合は環境はね非常にヘラブナ釣りが難しい環境にいるという状況にあります。でもしこれから本当ゼロからなんですよ。私もこれから道具を揃えていくところでもありますしね。もしご覧の皆さんでヘラブナ釣りをちょっと勉強してみたいな、もしくはすでにヘラブナ釣りやってるよという方ねいらっしゃいましたら、ご教授いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、今回の内容、100歳まで釣りを続けるために〇〇を始めます。〇〇はヘラブナ釣りを始めますということでした。最後までありがとうございました。釣りの健康寿命を伸ばすための内容と、それを実行するための方法でございました。あくまで私はこういった健康に関する専門家ではございませんので、私で、身の回りでね言われていること、私の感じたことをこうやって動画にさせていただきました。もし参考になれば嬉しいです。こういう動画もたまにはいいなと思われましたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。
それでは皆さん、まだまだこれからもいい釣り人生歩んでいきましょう。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。